よし、スタートかな。あれスタートしないぞ。はい、こんにちは。こんばんは。こんばんはですね。とりあえず、ちょっと音量下げます。はい。これでぐるぐるのハモリは消えたでしょう。で、画質も OK だな、これで。では、インカムに戻し。こんばんは。ED ピアコです。本日はですね、こちら、何のライブもせずに、これ入れたんですよ。レブ D 製フロントの合成パーツアップパーツ。パーツ2回言ったかな、今。これを入れたら、何が起こったかというと、振ったとき。例えばここね。ここで、ここ。振ったときに、そのままブジューって走ってく。よく言えば、よくフロントが走るんでしょうね。あと、ここなんですが、戻さずになんとか浅角で頑張りながら伸ばすところ。要はこっちからこっち来るんですけど、そこで、なんかね、戻りやすいっていうのかな。そこで戻りやすい。ブワーっとフロントが走ってっちゃって、リアが、フロントが勝手に走っちゃうから、リアが戻っちゃうんでしょうね。角度が戻っちゃうんですよね。そんなことになったんで、ちょっとこれはただつけるだけで良くなる部品じゃないだろうと。企みじゃないか。思いちょっと今日真面目にやってみましょうと。で、これ、先日からご紹介している EDP 独占販売の RDX 用シャーシ、コンバシャーシなんですけれども、まあこれはサーボ1箇所、2箇所、3箇所って選べるやつね。でそれなんですけれども、それに対してアッパーデッキも、これは軽く10個ぐらい作ってね、置いてあるやつなんですけど、アコオリジナルアッパーデッキ。で、この2点と一番前の2点は止めてるんですけど、ここって実は止めてないんですよ。スカスカ。だから、よじれるようにしてあって、とりあえずネジだけ置いてある。ネジだけ置いてある状況で前をこのカーボンのパーツ4個、ネジをつけたところで、フロントがバンバカ走っちゃう。っていう、まあ、人によってはね、やったー速くなったって話もあると思うんですけど、僕にとっては、ちょっとね、おっかないんですよ。暴走なんですよ。なんで、それをちょっと抑え込んでいきたいなと。例えば、横にグググッと止まってくれたら、ためというかね、なんかいいのかなとかね。ちょっとなんか、フィーリング変わりそうなんですね。なので、ちょっと、いろいろやっていきたい。真面目に今日はちょっとラジコンやってみたい。っていう気持ちになった今日この頃なわけで、はい。まずは、ここについていた4点のビスを抜きました。そしたらこのカラーも抜いちゃっていいのかな、カラー1個、2個、3個、4個。カラー抜いた方、抜かなくてももう、ゆるゆるだわ。抜かなくてもゆるゆる。で、ねじれはどうなっているか。
まあこれは映像で伝わる部分と伝わらない部分あると思うんですが、これは全部閉めてある。閉まってる。閉まってるで、どういう感じか、ピッチング、ピッチングががっつり。まあちょっと持つとこ次第では、このぐらい。で、ねじれはね、まあ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 。樹脂の時のノーマルよりは少し硬いかな。こうした方がわかりやすいというような状態に一回柔らかくしてみます。柔らかくしてったところから、一番柔らかいやつと一番硬いやつやってみましょうか。で、その間で探っていくみたいなパターンが一番わかりやすいのかな。で、一旦はまず一番柔らかいやつ。一番柔らかいやつは前も外しちゃうのかな。もうそれはぐにゃぐにゃになりそうな気もするんだけどな。でもせっかく真面目にやるんだから真面目にやろう。前を外すとどうなるか。ピッチング。ピッチングはね、こっちは動くんだけど、こっちに前にはつんのめる。ここは突っ張ってるから、ぶつかる。ぶつかるから、前には出るのかもしれない。で、横はぐにゃぐにゃ。ねじりはね、ぐにゃぐにゃ。この状態から行ってみましょう。はい。今見えましたか？ボディ。スーパーショートボディ。真面目にラジコンすると言って、ボディはこれです。めっちゃふざけてますね。めっちゃふざけてますが、中身は真面目みたいな。まあそういったギャップでいこうと思ってます。で、このコースでいきましょう。はい、まず、車が動かないなんででしょうか。あれ動かねえ。だる。どういうことセンサーエラー。センサーエラーは突然やってきますね。まずは抜き差しして。これで動いてくれればいいんだけど。動かない。だるい。ダメだ。あれセンサーケーブルこっち抜けてたな。アンプ側今抜けてた。はい。アンプが抜けてたっぽいんで、これ、ちゃんと入れましょう。ちゃんと入れましょうは、アンプが取りやすい。取りやすいなぁ、RDX は。これ楽だなぁ。これは素晴らしい発明品です。アンプ側のセンサーケーブルが抜けていたようなので、これを突っ込めば動くでしょうか？どうでしょうか？さて、結果はいかに。動いた。では、まず第一。ぐにゃぐにゃにしたシャーシでどうなるのかな。これなんとなく皆さん感覚では分かってると思うんですが、実際やってる
ものって少ないんじゃないのかな。見て分かりづらいかもしれないです。この、ボディがボディなんでね。ああ、すげえ、横に飛んだ。もう一周だけ。とりあえず、フロントがいる。フロントが効く。フロントを、そうだな、フロントが、ああ、ですね、感想。感想所感。まず好きか嫌いかで言うと、好きだなぁ、これ。このぐにゃぐにゃでいいなぁ。で、いざ前に出る部分では、多分、このぐにゃぐにゃが、ぐんって、前のパーツに当たってるんですね。当たってるから、多分大丈夫なんだと思う。でちなみに、アッパーデッキは、後ろの2点だけ止めてある。この4点、6点、2、4、6点は止めてない。後ろに2個だけ。で、要は置いてある状態。置いてある状態で、フロントの、この、レブ D のね、カーボンのパーツは、1、2、3、4点止め。4点止めで、まるで、初っ端の樹脂シャーシで走ってた時に、なんつうんだろう、フロント、ちょっと遅い気がするんですよね。リアに対してフロントちょっと遅い気がするんだけど、でも、それが一番、フロント突っ走ったりしないで、ちょっと安心感。ちょっとフロント巻くかな、スピンするかなって思わせつつもフロントがゴロゴロ転がる感じが、これ一番出てるかもしれない。ってわけで、アッパーデッキ外しちゃおうかな。もっと柔らかくして、ね、グダグダだ、ダメだっていうとこからスタートしたいんですけどね。これ謎だな。もしかしてアッパーデッキいらない説。いらない説あるのかな。はい、アッパーデッキ外します。これ、アコのところオリジナル。はい。スカスカなアッパーデッキなしのぐにゃぐにゃ。こっち方向にもね、しなるから、これは多分ね、ぐにゃぐにゃすぎてダメであってほしいんですよ。欲しいけど、でもこれで決まっちゃったらこれだな。それはそれでなんか、謎いな。ピッチングの合成とか何もいらなくなっちゃう。さあ、どうでしょう。では、行ってみましょうか、これで。さあ、どうでしょうか。ああ、また分かってしまいました。ね、ちなみに、
ここのコースでアッパーデッキいらない。やばいこれ。じゃあ逆に全部つけてカッチカチ仕様にしたらどうなるんでしょうか。それも含めてやってみましょう。やってみましょうってことで、ガッチガチスタートします。全部入れます。振って一発目にググッと、なんつうの、フロント引っかかるっていうのかな。なんかこう、止まってくれる感があって、今のね、ぐにゃぐにゃ。で、その後も、なんて言うんだろうな。縦に持ってこうとしても、比較的素直に、フロントが素直なのかな。なんか、違和感なく加速してくれるんですよね。加速に持ってけるんですよね。加速側に。ぐーっと横向いてるとこから、スンと加速側にね、向けって思えば向いてくれるし、ほんの少しだけ角度残すって時にもう全然残ってくれるんですよね。今の状態ではすっごいいい、やばいいい車じゃんっていうふうに思ってしまったところです。多分車速も僕の感覚ですよ。感覚ですけど、別になんかダッシュがなくなったとか、ない。特に感じない。車速はちょっとうるさいはずなんですね。リアのトルクじゃないか、トラクションか。あれば別にアッパーデッキいらずにそれで走っちゃうのかな。謎。よし、全部これで、すみません。これでね、一応、このアッパーデッキ2、4、4、ローや9個ここでつくんですけど、9個分の8、9分の8。だから基本的には、さっきと比べてねじれは何にもないぐらいのカッチカチさ。で、ピッチング方向も、マイナスピッチっていうのかな。この、山になる方も縦になる方も、谷になる方も山になる方も全然動かない。これだとどうなるんでしょうか。うん。ちょっとね、今、ジャイロのところの電源、ジャイロのところのコネクタ抜いてたんで、もう一回入れ直します。あ、間違えた。こっちか。もう一回入れ直しました。これで動くのかな。あ、動く。よし、これで。もう一回走ってみます。今度はカチカチバージョン。カッチカチだとどうなるのか。あ飛ぶ。飛ぶなぁ。飛ぶし。ばっかり言ってます。ちょっとわかった。基本的には全体的に硬い方がいい、強い、速い、よく飛ぶ、などなどあるんですよ。ですけど、いざね、
こっから、このバンクから降りてくるところあります。降りてきたところで、ちょっとね、向き変えるのに、こう、右に入れるんですよね。右に入れたときに、このカッチカチの状態だと、ちょっとアンダー出ます。ちょっとアンダー出るんで、さっきの方は、なんだろう、くねるのかな？くねるから、素直に打が効くところが感じられます。それ以外のところはね、なんだろう、これ。アクセレーションとか入れた感じ、パワーカーブが一段上がった感じなぐらい、全部元気になります。が、ハードなシャーシでした。ここ。そう。ちょっと言うこと聞かなくなるからやっぱ怖いのが硬いシャーシ。それ以外の振り出しとかっていうのは、元気な車になる分、結構、楽しい車。そうだなだから、おとなしめでも置きたいような時には、ちょっと柔らかくしといた方が、僕は落ち着く。まあ、車速も遅いんでしょうね。若干遅い。遅いのか、フロント効くから、スピード出ても安心して走ってられるのか。これね、これは、硬いのは、やっぱちょっとね、フロントがいついなくなるかを把握してないと怖いのかなっていう、ちょっとそれが発生したので、では、この間のこの4本抜いてみましょうか。間の4本抜いて、ちょっと柔らかくなるかな？なるはずなんですけどね。これを抜いてみます。抜いた結果どうなるか。まあ、そこら辺で落ち着けばいいのかな。フロン、基本的には、この硬い時の、元気さ。元気いっぱいなまま、ストレートで、ちょっと方向を変える時のフロントがいてくれる。いてくれると、もう僕は言うことはないかなって思うんで、こういう人はちょっと一旦外します。で、なんならスペーサーも外しちゃいましょう。はい、スペーサー全部外れました。この間スカスカになりました。で、柔らかくなった。やっぱやっぱりねじれ、大事ですね、多分。たまに聞くのが、足を硬く作れば、ねじれるシャーシ、柔らかいシャーシでもいい？硬いシャーシでも足を柔らかく作ればってプラマイの話を聞くんですが、これはほぼノーマルな RDX。プラのダンパー。で、フロントはより柔らかいバネ。リアはちょっとだけ硬いバネ。っていうのでやってるところ。さて、どうなるでしょうか。これでね、この
画面右上から左下に来るストレートが落ち着いてくれると、そこがね、フロントが効いてくれると、僕は比較的言うことない。あ、ここいい。入った。入りました。フロント、入ってくれました。あれちょっと待ってよ。ここ、どうだろう。いや、どこも癖あるな、ちょっと。ここはここで癖がないような気がするんだけど、あ、フロント効いた。すごい効いたけど、この後半の部分で、立ち上がりに行かない感じ。ドリフト残り、ここで残る感じ。そう。戻りに行かない。ああ。ありがとうございます。でも、これが一番、マシかな。はい、とりあえず戻してみます。この状態、アッパーデッキが1、2、3、4点。真ん中はなし。フロントにカーボンのバッテン。カーボンバッテンが入ってる状態が、僕の中では、今段階で一番、マシでした。ということは、ここから、ちょっとジャイロ、ちょっとサーボの値をいじると、とても、いいものができそうな気がします。感触がします。なんか、ちょっと今日久しぶりにちょっと真面目にちょっとラジコンやって、この違いを見て、で、いいところを真面目にね、建設的にやってみたところ、ラジコンモチベーション、ちょっと上がりますね。上がるとか真面目にやるとか言いながら、ボディがボディであれですけどね。スーパーショート180。まああれもね、真面目っちゃ真面目なんですよ。これ。あれどこだこれだ。これ。スーパー真面目に作ってるんですよ。何が真面目かって、もう、ボディつけてないぐらい、後ろ。まあ、要は、一番出てるのディフューザーです。ディフューザーか、まあ、このネジの頭か。アンプのファンの頭のネジ。フロントも、ここにシャーシの一番前いるんですけど、まあ、ほぼほぼ2センチぐらいかな。シャーシの頭よりも出てるぐらいなんですね。これで、多分、数々ある、コンペのレギュレーションこれクリアしてるはずなんですよ、大体。やり方のね、方法
方法はいろいろあるんですけれども、例えば、ここを切って、ここね、ここを切って、で、全体的に詰める人とか、いろいろいるじゃないですか。でそれで1センチ詰める。OK ですよね。で後ろカット、バンパーカット OK ですよね。うん。バンパーどころか、シャーシカット。多分、どこもね、実写でいうシャーシの部分は切っちゃいけないとか。といったことは、まあ、歌ってないはずなんですね。だから、これって大真面目に作ったコンペ用ボディかもしれない。ある上位入賞者ですね。過去何回も1、2、3位のうちのどっかに入っているような人に、これにしたところ、これふざけてんなぁ。アコさんふざけてるやん言われながらね、まじまじ見られたんですよ。まじまじ見られて、いやー、でもこれ、大体の大会、レギュレーション的には、OK やなーって、OK やなーって言われたボディなんです。ね。まあ、ちなみに、このボディを、まあ、中古で、ね、譲ってもらったというか、それなんですけれども、最近こうやってやってる、やつからの、奪い取ったやつですね。強奪したやつを、ちょく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 もうね、強奪したその場でここでちょく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 やりましたからね。まあ彼もね、結構辛い過去を持ってるんです。こうやってやるやつ。すごいでしょ、この、ね。車って縦に長いんじゃないのみたいな。だから正方形に見える車。後ろがない。これちなみにね、昨日、有名な方とね、並べて写真撮ったんですよ。ちょっと見てくださいよ。ほら、昨日の夕方、ね。有名な人の、これヤリスですね、ヤリス。ヤリスに比べてこの短さ。どうですか？くっそ短いでしょ？よく言われるヤリスが有利みたいに言うじゃないですか。けど、こっちのはもっと有利だから。マジで。っていうお話です。そして、この車は、いろんな先生のね、いろんなおまじないが入って、これ系な車になっております。面圧系。ただし、すっごい前に出る鬼面圧ではなくですよ。基本的には、落ち着く安全な車。で、まあ私が最近私が言ってんのかな、人が言ってたのかな、わかんないですけど、私はこの車の状況のことをマイルドバーンって言ってます。結構マイルドなんですよ。人のね、鬼バーン、まあそのマイルドバーンに対して、どんどんグレゴリに前に出るような車を鬼バーンって呼んでるんですけども、はい。鬼バーンの車に対して、このマイルドバーンは安心。基本的には、なんだろうな、押し付け安定するっていう方向のバーンなんですよ。ただし、路面じゃないや、タイヤの温度は上がってるんで、
タイヤの温度は上がってるから何あれ。あれよ。あれですわよ。タイヤの温度上がってるから安定するわけです。止まれって思ったらなんとか止まってくれるとかね。ただし、この車の欠点を申し上げますと、角度入ってんのか入ってないのか分かりづらい。だから、ドリフトしてんのしてないのが分かりづらい。ところがあります。なので、余計に角度入れていかなきゃいけない。余計に角度入れていくと、すごい遅い。まあ、それはそうですよね。角度入ってれば遅いに決まってる。基本的にはね。浅い角度よりも。なので遅くなるから、ごめんなさい。喋りながらさすが、ずっと後ろついてきた。なんだっけ、そう、遅くなる。だから、人は合わせにくい。さらに、リアタイヤギリギリまで、ディフューザーギリギリまで壁に寄せられるんですよ。そうすると、人よりも大回りな道を走ってるんですよね。大回りな道を走るイコール、大丈夫ですよ。大回りな道を走るイコール、遠回りなんですよ。遠回りなんでやっぱ遅い。遅いんで、後ろを走ってくる人は、合わせきんない。ズーンってぶつかっちゃう。そういう意味でも、ある意味ね、意地悪な意味でも強い。ですね。そして、さらに意地悪の点で言うと、この車どこに合わせていいかわからない。ちゃんとね、なんて言うんだろうな、前の車のドア前のタイヤ見て、ドア見て、そこら辺にうまくスンと入ればいいんだけども、でもそういう風に、やばい。ごめんなさい、ごめんなさい。そういう風にして、鼻面合わせたところで、リアの長さが他の車と違うんですよね。リアの長さ違うイコール、前に合わせた瞬間に、後ろの車は壁にぶつかることがあります。で、この車、大丈夫ですよ。それが、このショートボディが前走ってる時の利点。かな。で、ショートボディで後ろ走る時の利点としては、なんかちょっとちっちゃいから、ほんのちょっと、内側イン側走っても、相手よりね、まあ基本的にはちょっとちっちゃいラインになると思うんだけども、目立ちづらい。目立ちづらいんで、まあ人間審査の悪いところを使ってね、そんなこんなで、後ろも楽よ。で、ちっちゃいから派手な、相当派手な動きしなきゃバレない。なので、ほんのちょっとずつ戻しながら行こうが、白いタイヤだとね、ホイールだと、すぐバレちゃうんですけれども、目立ちづらい黒いホイールとかね、履いとけば、わかりづらい。ごめんなさい、ちょっとオーバーランしたなそういうところでは、このショートボディ。ほら。今のところカメラ映ってないのか。そう、ここ。このね、一番ね、厳しいところで、ショートボディ強いっす。
ごめんなさい。ただし、よく言われるように、長いボディの、ダメだ。もうダメだな。幼くなっちゃった。ごめんなさい。バッテリー終わりました。ショートボディ。シャーシはショートじゃないんですよ。ショートボディなだけで車がクイックになります。見た目かな？見た目5割。多分、車的にも多分5割ぐらいクイックになります。だから本当気のせいじゃねって言うけども、気のせいじゃなくリアルにクイックになる。で、僕の場合、ジャイロを550ってジャイロを使ってるんですけど、それで数字をいじらないと走れない。ぐらい、このショートボディはクイックになります。っていう、芝ホイール付き、スーパーショート180。シャーシは、ニューシャーシ。EDP 独占販売、ベッグ。BEG、ベグですね。ベグ。BEG、間違えた名前。ベグというシャーシになります。こっちのアッパーデッキは名前つけてないんですけど、アッパーでもつけとこうかな。絶賛発売中でーす。で、これもしよかったら真似してください。このボディマウント。ここにね、オーバードーズさんのバンパーつけたりしてるんですけど、それはそれで別にどうでもいいんですけども、僕がただ好きでつけてるだけでね。僕、そういう車ばっかなんですよ。なんつうの？そのボディマウントをルーフで止めましょうっていう件なんですけど、よくある話、こういうハッチバックの車、FC とか FD もそうか。これは90スープだか。で、ここら辺から伸ばして、何センチ伸ばして、そこから何センチ上に伸ばしたところだけしか止められなかったりするじゃないですか。で、それってボディ変えるときに、毎回こう長さ測ったり、付け替えたりいたりしなきゃいけないんですよね。その点、このルーフタイプだと、大抵ここら辺に車ってルーフがあるんで、ここからここまで、前から後ろまで自由に場所が止められる。っていう真面目な理由と、あともう一つ。G サーキットのですね、先輩ですね。先輩に、同じ車でも、これ、後ろに出して、やるよりも前に出した方が、ちょっとね、車の性能上がるから、言われたんですよ。で、とりあえず一回やってみてって言われて、やったところ、正直ね、その性能の差は感じられなかったんですよ。僕にはね、僕レベルにはね、で、ただし、悪くは全然なってないんです。悪くなってないし、これってオリジナル感あっていいなって思うし、そのルーフの部分で止めるっていうのが、またいいなっていうのがあったんで、これでやってます。ボディマウントは後ろに生やさずに前に生やす。後ろに生やさずに前に生やす。で、ルーフの部分で止める。で、ここら辺なんですけれども、TN レーシングさんのカーボンのバーだったり、アートさんの、あれは黒い FRP の棒なのかな？バーだったのにすんのかな？を使って、繋いだりできると思うんで、だからまずは前に出す。元々のボディマウント、ショックタワーとかですかね。から前に出す。で、上に上げる。上に上げたとこで、バーで繋ぐ。
そうすると、こういう持ち方ができます。車持ってくときに、この持ち方できます。まあまあまあ、後ろで繋いだらこうやって持ってるんですけどね。はい。この新作のバッグみたいな持ち方。はい。新作のバッグみたいな。ここでむせるかな。ここでむせるんすよね。はい。新作のシャネルやでって持ち方ができます。っていう紹介ですかね。あと今日、新しいボディが委託販売で入りました。委託で入りましたよ。1個目。これ3つともヨコモか。委託販売。ヨコモ FD。これ今売ってないんじゃないですかね。ヨコモの FD。FD といえばあれだな。ババロアさん元気かな。あの男。ババロアさんな。横取り出たいんだけど、ボディがない。じゃあボディこれあげるからさ、横取り出ようよ。わかりましたって。わかりました。なんだよ。そんな感じ。なんか、ちょっと変なものまねになっちゃったな。ババロアデシュ。ババロアです。あこさん。安江でしょ。なんだっけな。そういう喋り方をしてるババロアさん。横取り、僕、全然出なくなりました。でせっかくボディ上げたのから一緒に出たかったのにな。っていう話。で、これ。ヨコモストリート180。ストリートもまた珍しいんじゃないですかね。東洋はたまに再販してますよね。で、さらに珍しいやつ。これ見てわかります？これヨコモさんなんですけど、この車。まあわかりますよね。180ですよね。180なんですが、これわかります？はい、正解はこちら。小口。こちらも1万円。で、こちら置いときます。ここ。ここに置いときます。ので、ぜひ、それ探してたんだよねーって。僕がボロ儲けしてるわけじゃないですからね。委託なんで、その人の値付けです。その人の値付けなんですけど、よろしければ。お買い上げくださいってことですね。これで、3つとも委託でした。販売品入荷のお知らせでした。さて、あとは何だろうな。昨日使ったペラペラタイヤ。昨日新品でおろしてね。P タイルを穴開けるためだけに使ったタイヤ。こんだけペラペラになりました。バッテリー2本丸々使って、で、タイヤをリア2本。丸々使ってますね、これほぼね。面接地ですわ、ここまで来ると。面接地まで使って、P タイルに穴開けてみました。だから一応ね、P タイルに穴開くなんて、あらへんって思ってたけど、多分ないです。一箇所でずーっと押し付けて、じゃあ、時間にして8分 ?8 分とか、ずーっと押し付けてやってないと穴開かない。ってことは、自然の状況で、ゼロ発進をウィーンってやっても、マックス1秒半でしょう。2秒だとして、それを8分間分ってことは、8、6、4、8、480秒。480秒の2秒で割って、240回。240回ぴったり同じ場所で、バーンスタートをしたら、もしかして、
できるのかもしれないけど、でも、多分ね、それじゃできないと思うんですよ。理由は、路面も温まってないから。路面も温まって弱くなったところで穴ほじほじ掘っていくから穴開くと思うんですよね。いや、なるよって方いらっしゃったら、ぜひ書いてください。僕やります。車を固定せずに240回鬼バーンスタートすればいいんでしょ。ダダ握りスタートすれば穴開くんじゃねえかって方いらっしゃったら、反論ある方はコメント欄にぜひ書いてください。ふざけんじゃねえ、なんも知らねえで。ね。もしくは、俺の車が、ね、10回のスタートで穴開けてやるぜって方いらっしゃいましたら、どうぞ。場所は指定しますけどね。コースの真ん中ではやってもらいません。コースの端っこでね、ここからここの間だったらいいよ。っていうところでやってもらいます。そして、ぜひその際には、映像、動画を回させていただきます。ぜひ、よろしくお願いします。あとね、これ気になってる、僕だけかな気になってるのはな。このオレンジ、色復活させました。ドンキーさんとかでよく売ってるね、瓶に入ったマニックパニックってやつ。マニパニはね、何しろね、発色がいいんですよね。発色がいいんで、すげえ、10分ぐらいね、ちょっとね、ビチャビチャビチャっとつけといて、流すだけ。で、こんだけ色が出ました。パンプキンの収穫祭的なイメージカラーです。で、次、あれいつだったんだろう次いつだ次はね、11月に入って、イワッシュ、イワッシュ、イワッシュ。あれ俺書かなかったのかなあ、海外だ。11月21か。11月入って、月末21日にまた美容室行きます。それは12月仕様だそうです。基本的には、この色は、美容師のお姉さんにお願いして、どうしようって。僕考えると、だいたい緑とピンクとかね。で、可愛い色になるんですよ。パステルみたいな色になるんで。それね、見てて可愛いと思うようなんですよ。頭に乗っけると、これ違うじゃんって、これと違うじゃんって感じになるんですけど、見てて可愛い色を選んじゃうから、そうなっちゃうんですけど、お姉さんにお願いしてます、最近は。ずーっと。あと、ここのハゲ具合ね。ここのハゲ具合も様子見ながら、ブリーチ、今回はしないでおきましょう。ね。温存していきましょう。いや、でもさすがに伸びきてきたんで、ブリーチしましょう。で、カラー入れましょう。で、今回は根元までカラーを入れてもらったんですかね。ブリーチしてカラー入れてもらったやつですね。あ、全然興味ないか、それ。そうだな。あと最近の EDP 紹介といえばこちら。ここにいるのわかります？これ誰が置いてったんだろうなわかんないんだけど。エヴァンゲリオンがいます。エヴァンゲリオン。トップライン旗に囲まれてエヴァンゲリオン。ゼロウォークっていうんですかね。昨日教えてもらいました。あの黄色ってさ、誰が乗ってんの？知らなかったんですね、僕ね。ゼロ号機は綾波レイが乗ってたそうです。ということですね。あとなんだべなまあ、大したことないのかなないんですよ、残念ながら。あ、ちょっとね、あれやってます。今日空き時間で。これやってます。バギーの色塗り。例のごとくの色塗ってます。例のごとくの色、初めての挑戦なんですよ。いつもはチワワ先輩って方にね、お願いしてるんですけども、今回は自分塗りです。黄色、ピンク、紫。紫の色がまだなかった手元に。だから3色目まで進んでません。一応動画は撮ってるんで、ライブじゃなくてね、動画撮ってるんで、それまとめて、これ紫まで入って、ステッカー貼って、そしたらまとめてアップしようかなーって
思います。さて、そんなもんかな。あとはそうですね、先日の EDP カップ、昨日ですよね。でもお話ししたんですが、一応、11月の EDP 定例カップで、一旦ね、この方式でコンペイベントをやるのをストップします。ストップするんで、11月、ぜひね、20何日だまだちゃんと告知してないんですけど、11月の26、いい風呂の日。いい風呂の日が、一応最終 EDP カップとなります。ので、皆様、お誘い合わせの上、EDP カップ、ラウンド11、ファイナル。で、前回優勝者は、タバヤンさんってことになります。昨日ね。なので、タバヤンさんとちょっと打ち合わせをして、やっていただけるようだったら審査員やっていただき、ちょっと難しいとかだったら、まあでもね、タバヤンさん多分ね、あれなんですよ。お仕事偉いんですよ。お仕事偉いんで、自分でね、どうにでもなる方だと思うんですね。なので、いやいや、絶対来ますっていう方なんじゃないかなっていう予想してますので、多分来てくれると思います。で、タバヤンさん審査員のファイナルをもって、で、12月はイベントごとお休みします。で、1月かな。うん。1月に復活で、ちょっとね、基本的には、マジコンペイベントになりすぎてたため、ちょっと一回見直そうということで、理由としてはね、そこだったんですよ。なので、また1月からやると思います。それはね、上手に、ガチコンペイベントにならないように、どうすればいいかなって考えながらやってまいります。ゲーム三昧かもしれない。ドリフト、縦列駐車ゲーム、ドリフトスラロームタイムコンペ。タイム競うとマジになるのかな。まあいいや、それはいいや。ドリフトのガチコンペじゃなきゃいいか。っていうようなね。そういうようなことをちょっといろいろ考えております。まあやりながら、2、3個 ?2、3個のイベント、ゲームをやりながら、1個あれなかったなっていうのを外していくみたいな感じでもいいのかな。まあ何しろね、本来というか、優しいやつでやろうってことなんです。まあコンペって結構あるじゃないですか。今年もコンペ疲れした方も結構いらっしゃると思うんですが、本当コンペは多いんで、まあそれはね、そういう方たちに任せましょうと。で、本当コンペをやっていくとね、被るんですよ、日程。日程被るんで、そっちのイベントはこっちに被すってことはみたいなことになりかねないんで、なので僕としてはね、被んないように。いやいやいや、こっちのほら、あれはあれだからって。あれはあれだから。そう。全然違うからってことで、ね、スーパー初心者、地元の人がちょっと来るようなイベントだから、全然被んないからいいでしょっていうね、平和主義者的な僕の。平和主義的なところでやっていきたいな。それが一つサーキットが生き残る道なのではなかろうかと。
コンペに、違うな、サーキットデビューしたいけど、ちょっと踏ん切りがつかない一歩目が出れない。そういう方に対しての提案というかね、一歩外に出てみようよっていうね、外うん。コースに行ってみようよっていう提案であったりっていう、そういうことをやっていきましょうか。もうね、ある意味ね、言葉悪いけど、コンペ野郎はね、どこでも行くんすよ。何しろ。コンペあるよ。どこでも行くの。コンペ野郎は。で、それはそれで置いといてね。ごめんなさい。それと今後の話なんですが、じゃあコンペ系もう全く手引くのっていう話は、ノーです。ノーというのは、RCDC、選考会というか予選ですね。と、GRK 最強の地方選、要は予選ですよね。と、今年は関東王座ってありましたよね。それの予選。そういったものの予選だけは、基本的にはやっていきましょうと。神奈川県で近場でどっかやるよって言うんだったらそこにお任せしますが、神奈川県でやるよってとこがない場合には、うちがやります。っていうとこですかね。さて、ちょっとね、今思いついたことがあって。これ長すぎてダメか。思いついたことがあって、一瞬でやっちゃったんですが、はい、僕はただのドレスアップにしか考えてない赤ビス。アルミの赤いビスですね。1、2、3、4箇所。フロント4箇所と、アッパーデッキの2箇所、2箇所、4箇所ですね。これやっちゃいました。パッと思いつきで。多分、僕クラスにはわかんないんですよ。わかんないんで、一応確認だけして、これで今日の RDX いじりは終わりにしようかな。これやんなければね、これで RDX いじりは終わりだったんですが、やっちゃったんで、一回走らしときます。問題ないかどうかね。プロッポ、プロッポ。はい、おふざけボディはどこですか？おふざけボディがない。あった。じゃあもう一回外カメで。あら、外カメ。なんで、外カメ、なんて言うんだろう。インカメ。あれなんて言うんだろう。よくわかんねえな。一応走って確認で。本当はね、ここなんですよ。この飛び込み、左、この飛び込みからうねりでしょ。で、ここよ、ここの戻しちゃいけないちょっとだけ角度残すところも本当は行きたいんだけど、そこをちょっとね、レンズの対象範囲として難しそうなんで、
あ、良いでしょう。よし。特に問題なかったんで、今日の RDX はこんな感じかな。今日はアッパーデッキの、なんだろう。アッパーデッキを入れて、このねじれとかを強くしたり弱くしたりしたらどうなるのかっていうのをやってみました。やっぱり、一応ね、仮説は立ててたんですよ。硬くなりすぎるとちょりんちょりんになって、止まらなくなって難しくなるんじゃないか。だから、ある程度の柔らかさは必要なんじゃないか。っていうことで、あらかた間違いはなさそうでした。そしてその答えは、そこら辺にありましたってことですね。よいしょ、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 よいしょ。ね、スープラを元のとこに、スープラがねえじゃん。あ、スープラがこれか。そう。で、あれ、スープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これがね、無事完成すると、1、2、3、ローリジンが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、天井に乗っかってるちっちゃいやつ。だから10.5 台。10.5 台ここに並ぶことになりますね。はい。ちょっと今コメントいただいたんで、見てみましょうか。コメントさん、ありがとうございます。やったー。今日の初コメント。こんばんは。関西の秀樹スタイルさんです。秀樹スタイルです。合成は奥が深いですよねってことですよね。もしかして関西の秀樹スタイルさんって、この方かな？ちょうどね、やっぱそうだ。やっぱそうでしたよ。ね、ちょうどこの方かな。この件ですよね。すっげえ見づらい。この件からのこの件。秀樹スタイルさん。秀樹スタイルさん。そう。バズブレイクマジで使ってちゃんと書いてるんだよね。これちょっと、つって、今日先ほどまで月曜はお客さん、タクジンさんっていてて、平野さんですね、平野さん。そう。で、平野さんと、このタイヤやった、マジか、そっか、なんて話をしてました。結構いろいろ書いたんですよ。タイヤの件。やっぱりみんな、ね、出る人も出ない人も、出れない人もかな。気になるタイヤではありますよね。うん。そう。これがなんだっけ？何スター？ドリフトスター？違ういやバズブレイク、だからなんつうんだこれ。ドリフトスターのローリングダンサーっていうタイヤですかね。もうね、これはね、見慣れてるんですよね、あのおじさまとおばさまがね。D1 の現場かな？FDJ かな？どっちだろう？現場に行くと必ずこれ着てるおじさまとおばさまいらっしゃいますよね。あれは美と父と美と母なんだっけ？ね、派手なおばさまおじさまがいつも最前列に座ってるっていう件で。すごい馴染みがあるんでね。これかっこいいな。これの美頭か、美頭ボディ。
離島ボディもかっこいいっすよね。なんか、ゴリゴリのアメリカスタイルみたいな。というわけで、そうなんですよね。合成ね、なんか、ね、単純に強きゃいいって話じゃなくて、単純に強きゃいいんだったら、ね、もう5ミリだろうが10ミリだろうが、カーボンの板持ってきてね、それでいいとは思うんですけれども、そういうことじゃないですよね。某 T ラインの、ドライバーさんの方も、3ミリだとちょりんちょりんで、やっぱ 2.4 だと僕の場合は、みたいな話をしていた人もいたんで、やっぱり単純に硬けいいじゃないって話です。その分多分、硬いシャーシでも柔らかい足を作ればっていう話も、っていう方もいらっしゃるみたいですけどね。ちょっとわかんないですよね。ね、黒チューブチャンネルさん、こんばんは。ね、黒チューブチャンネルさんと僕は多分、ドリフトスターを使うことはないのかな。今日、あ、出た。ほら、今日これです。これ。これは、バツ5個。RCDC 予選に5回以上落ちると送られてくると言われている、伝説のパーカー。多分送られてこないです。送られてきたーっつって自分で作って騒ぐんです。確か、もう一人ね、5月のパーカー、持っていらっしゃる方いるんで。その方と僕はね、多分ドリフトスター使うことはないのかな。逆に自虐で使うのかな。やっぱこれ本番で使うかもしんないから、これテストしとこうっつって。ね。ね、いやいや、秀樹さん。秀樹さん多分ね、いえいえ、ブログにいいねありがとうございますってことなんですけど、全然。普段から多分俺、違うんだ。あれ、待てよ。俺、秀樹スタイルさん、フォローしてたんだよな、多分、もともと。だから、フォローフィールドに出てきて、それで、いいねさせてもらってるんで、あのー毎日ね、全員のブログまでは見切れてないんですけど、ちょうどね、気になる記事あったんで、パパッと見させてもらって、で、今日のお客さんとね、これこういう風に書いてあるよ、みたいな話をしてました。話題提供ありがとうございました。で、黒ピーでどうなるかですよね。黒ピー、ちょっと特殊な黒ピーなんですけど、ここであるような、ここであるものとか、ベガさんであるような、マチコじゃないんですけれども、田島っていうところの黒ピータイルがあるんですね。それが寒川の神奈川県寒川町の某 G サーキットさんにあるんですけども、そこだと、そんな大差なかったっぽく言ってたかな。そんな大差なかったんだけど、若干減りが早いような気がしたって言ってた方もいらっしゃいました。うん。いらっしゃいましたね。減りが早いから柔らかくて早いのかっつったら、いや、そうでもないみたいな。で、まあ、そのタイヤに合ったセッティングとか、まあ、結局どんだけ握っていいかとか、そういうところも出し切ってないのかもしれないですけど、今段階ではそんなにっていう話を伺いましたね。っていうとこですかね。ただ、まあ、ね、安くはないタイヤじゃないですか。前2000円、後ろ2000円、4000円 ?4000 円なんで、ざっくり言うとトップラインの倍。なんで、ちょっとそれがみんな置き換わるかどうか、で、各サーキットの指定タイヤに入るかどうか。EDP では、HDP のタイヤだったら何でもいいんで、そもそも。そもそも何でもいいんで、指定タイヤに入ってるっていうか、まあ、それで走れるんですよ。ですが、例えば関東圏のところでは、やっぱり指定タイヤ決まってるとこ多いんで、そこに入ってくれば、ね、普及するでしょうし。
っていうとこですかね。タイヤは本当難しいですよね。ってことです。ってことですね。黒チューブチャンネルさんは昨日もお疲れ様でした。今日もなんかね、いい数字出たみたいで。おめでとうございます。さあ、今日は週明け。なんかね、土日ちょっと変な睡眠を送ってしまったため、ちょっと疲れが抜けておりません。ので、今日は、これ以降は、ちょっと、ゴロンしようかな。ゴロンかドロンかしようかなって思ってます。うわぁ、カーショップトライデントさん。黒チューブさん、こんばんはーって。なんで黒チューブさんこんばんはなの？アコチューブさんにもこんばんはしてくださいよ。トライデントさん。トライデントさん。トライデントさん、ご視聴に来ていただきありがとうございます。せっかくなので、チャンネル登録しました。でもあれだ、ちょっとトライデントさん何もアップしてない。なんか楽しそうな、トップが AE86S14 後期チェイサー。この後ろなんだろうなこれ。これなんだアルテッツァなのかなどなどの楽しそうなね、林のホイール入ってたり、マーク1か、後ろ。マーク1のホイール入ってたり、かわいいやつなんで、ありがとうございます。トライデントさん、アコチューブさん。アコちゃんモータースです。アコちゃんモータースと呼んでください。モータースなのかな知らないけど。そう。トライデントさんは多分楽しい動画ネタをいっぱい持ってらっしゃいます。これストリートだったらダメなのか全然上げられないのか通報されちゃう案件だ。でも、きっと違うでしょう。だから、せっかくなんで、なんか載せてくださいよ。ってことですよね。なんだよ、RAM さんはあれか。ヤホヤホですって。あ、そうなの？トライデントさん、おはらさん、おはし、おはなんだ、そうなんだ。これじゃあ、おはら。これ写真写ってるの、これ86載ってるの違う人だよ、多分。いや、一緒の人なのか、若い時とかなのかな。そっか、小原氏と、RAM っていうのが、そう、マイちゃんモータースです。マイちゃんモータースです。アコちゃんモータースです。なんで、ネロスタイル集合なんですけども、はい、コメント欄見てください。練りスタイル集合した。ね、練馬の人みたいになっちゃってますね、みんな。大根臭くなっちゃって。いや、ちょっと待って。練馬の人が大根って言うと、多分敵作るんでやめます。撤回します。全言撤回です。申し訳ございませんでした。はい。ネロスタイルの黒さんにね、寝ろって言われてるんで、そろそろ寝ようと思います。そっか、やほやほでーす。なんだ。今日は秀樹スタイルさんが初めてコメントくれたんで、ちょっと嬉しいですね。よかったです。よし。また、もうちょっとまず、秀樹スタイルさんは、本当にありがとうございます。もし、またね、ライブ見かけたら、ちょっと見てやろうかなって。なんか、一言、無駄な一言であろうが、投下してってください。ぜひ、よろしくお願いします。そして、ネロって言ってる練りごまの練りかも。もうそれに関してはもうちょっと、僕は、無理です。
触ることできません。巻き込まれちゃうんで、その事故に。単独事故ということにしときます。RAM、ラムさん。練りごまの練りかも。ね、練りスタイルのこと多分言いたいんだけども、ちょっとね、それ僕、守備範囲相当広いし、ストライクゾーンも相当広いけど、ラムさんに関してのそれはもう冒頭です。やり投げの槍みたいな感じになってます。もしくは、野球打ちしたゴルフボールみたいな、ファーみたいになって、ファーっつって、アコちゃんモータースです。ファーみたいになっちゃってるんで、僕は触りません。もう今触っちゃって事故ってるけども、練りごまの練りかも。ムムムブル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 ってことで無理です。ね。で、俺も間違えて、この後のコメントですよ、問題は。カーショップトライデンドさん。トライデンドさん。俺も間違えてますね。トライデントです。自分の店の名前、ちゃんとしよう。そういうところやで。というわけで、この後、ね、練りスタイル大事故です。ね、うん。で、練りごまの練りも大事故でしょ。で、俺も間違えてますね。トライデントでしょ。もうネロスタイルさんはもうダメ。玉ついちゃってる。3台玉突き事故。待って。秀樹スタイルさん、あれか。サーキットの経営もしてました。大変ですね。またチャレンジしてみたいです。ね。ニコちゃんマークというか、スマイルマークというかあそこでしょ？そこですよね。おー。多分、マッキーワークスさんもしょっぱな言ってましたよね。そうか、そこの方が秀樹スタイルさんで、なるほど、なるほど。そっか、そっか、そっか、そっか。どっかの商業施設に入ってっていう方でしたよね。うん。うちはもう火の車というか、車に火がついてるというか、タイヤにも火がついてます。だからバーンアウトです。バーンアウト。ちなみに、このコースやるまでは、結構外でお金使えたんですよ。そうですね、そうですね。アマの CC ですね、CC。そうだ。うん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 。マッキーさんが言ってるの見ましたし。うん。なるほど、なるほど。そうでしたね。またチャレンジしてください。いや、でもなあんまいいことないっすよね。うん。だからサーキット経営でなんとかなると思ってないんで、もともと自分のお金をね、入れるつもりで、スタートしたんですけど、ここスタートするまでは、外で飲み歩くお金とか結構あったんですよ。それが全部、ここに突っ込むようになりました。このサーキットに。ね。どうなんでしょうね。まあ、少しはマシなのは、本業としてやってないんで、っていうことで救われてるんですかね。本業としてやってなくて、他の仕事で稼いだお金をここに入れればいいや。で、プラスアルファで YouTube などやって、まあワンチャンですよね、ワンチャン。ワンチャン、その収入も、このコースに入れられればなって思ってます。だから、YouTube、皆さん、拡散してください。皆さんで、登録数増やしてください。お願いします。かっこ切実ってやつですね。はい。タスクマーク2さん。おはよう、おはざまーす。おはざまーす。タスクさんね。タスクさんは今多分休憩時間中だったのかな。ね。この方も、黒チューブチャンネルさんも同じプロドライバーです。プロドライバーさんです。はい。プロドライバーさんでもね、いろいろ、車種があるんでね、10トン車とかね、4トン車、普通車の緑ナンバー、ね、もしくはナンバーついてない車のプロドライバーの方もいらっしゃいますという、広い意味でのプロドライバーさん、皆さん。
でもあれか。本当のこと言うと、タスクさんプロのヘナチョコドライバー。僕のお友達の、安部寛くんっていうの、同姓同名なんですけど、漢字も一緒で、それも、同じ業界に飛び込むらしく、今、なんていうの、養成さん、森谷さんじゃないけども、養成枠、養成で入って、二種面、なんだろう、実地は受かったのかなけど、なんだっけな、新法規かな新しい交通道交法かなのやつで起こったとか、なんか、まあ、バカなこと言ってましたよ。どうでもいいんですけど、すいません。というのとね、免許が必要な地理試験。地理じゃないんだって、なんか、新がついてた。新しいっていう。そう。で、地理と、それで、なんか、ずっこけてるって言ってましたね。で、そういう二種面が必要なプロドライバーさんだったり、ね、日本語で言ってもライセンスっていうね、国内、なんとか A 級ライセンス、国際 B 級ライセンス、A 級ライセンスですね。いうね、ライセンスで仕事をする方もいらっしゃいますよね。そうです。お疲れ様です。ありがとうございます。お気をつけて。そう。タスクさん、アペックス。アペックスタスクさん、アペックス。グッドイヤーじゃないの、タスクさんは。グッドイヤーさんのスポンサーを受けてる体のボディ。黄色。グッドイヤー。グッドイヤーってどういう意味ですか？良いお年をって意味ですか？良いお年を。グッドイヤー。Have a good year. Have a nice weekend. みたいな。ね、何アペックス？新しい感度めっちゃいいよ。出たアペックスって、エイペックスだ。アペックスはマフラーみたいな感じになっちゃうんだけど、あと、アペックスってなんか化粧品もありましたよね。アペックスアイかな。そう。で、エイペックスは多分あれだ。オンラインね。オンラインゲーム。オンライン殺し合いゲーム。バトルロワイヤルゲーム。エイペックスね。うん。知ってる知ってる。聞いたことある。息子がやってた気がする。そうそう。エイペックスね。アペックスはマフラー。エアクリーナーもあったかな。あと、なんかちょっとしたサブコンがあった気がする。何のサブコンだったかな。使ってなかったからわかんないですよ。違う。ターボタイマーとかあったんだ。アペックスアイ。で、アペックスアイが化粧品なの、多分。で、昔なんか、お友達の話で、なんか、山下公園とかって昔、ナンパスポットだったんですよね。で、女の子の車が止まってて、ああ、なるほどね、FC コマンド。なるほどね。あタスクさんもいいな。てか、古いこと覚えてんな。もういいんですよ、それは。FC コマンダーは。山下のナンパの話ね。知らない方もいらっしゃると思うんで、ちょっと説明しますけど、友達の話ですよ。山下公園何百メーターだろう ?3、400メーターあるのかな横浜山下公園のところに、2、30メートルごとに女の子の車が、こうね、こっち側も対向車線も止まってるんですよ。二人乗りとか一人乗りの女の子の車が。で、それに対して、男の子の車が並んでいくんですよ。横付けするんですよ。横付けして、助手席が開けて、こんばんは、つってナンパするんですよ。っていう、そういうシステム化されたナンパがあったんですけど、で、リアガラスにアペックスって貼ってあった。アペックスアイかなどっちだったっけな貼ってあって、ほんで、助手席のやつがウィーンって開けた瞬間、こんにちは、橋屋なのみたいな話したらしいんですよ。らしいんですよ。ねえ、アペックス立ってんじゃんみたいな。知ったかして、声かけたら、化粧品屋だよ、それ。みたいな。どうでもいい。ああ、どうでもいい話。ああ、しちゃいましたね。どうでもいい話。よく覚えてますね。FC コマンダー。なんだっけな追加インジェクター。
追加インジェクターを吹くやつ。なんだっけなレドム、レボックス。レボックスかなレボックスだな。追加インジェクター吹くやつ。絶対レドムでしょ、レドム。いやー、レドムなんて全然出てこないじゃん。追加インジェクター、レドム。あれ、なかったっけ、そんな。あった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 。レドム4、レドムミニ 4FD3S とかね。あれレドムって、あれ追加インジェクターっていうよりサブコンか、これ。あれ、追加インジェクター吹くやつなんだっけな。忘れちゃった。ねえ。コントローラー。忘れちゃうもんですよね。モーテックじゃない。モーテックは当時の最高級のやつね。なんかサーキットで、富士 AE86 フレッシュマンで使ってる人いましたね。レビックだ、レビック。レドムじゃない、レビック2。レビック2だよ、これ。思い出した。そうそうそう。これ使ってたな。そう、定番。定番レビック2。ねえ、こんなの使ってっからエンジンブローするんですよね。そうそうそう。で、今時はなんかすごいんでしょ。だから、ね、FC でも、ロータリーでも、簡単にはブローしないって話ですよね。ドリフトで使っててもね。もう当時ドリフトをやってる人で FC なんて、なんかね、ハイフロータービンみたいな、まあ、純正にちょっと毛が生えたようなタービンで、ちょっとだけブーストアップみたいな。それでもアペックスシールやべえんだよみたいなことを言ってたような気がしたなぁと思って。うん。そう。フューエルデリバリーパイプ。フューエルデリバリーパイプ。まあもうちょっとしたね、あれみたい。フューエルデリバリーパイプ。うん、風俗みたい。ねロータリー勢ハイフロータービンでしたよね、なんかね。うん。そっからなんか GT なんとかなんとか、3530みたいな、3850みたいな。なんかね、GT タービンとかね。うん。ロータリー勢ハイフロータービンでしたね。そう。フューエルデリバリーパイプが下ネタだって言うと思ったって。もうデリバリー、もうデリバリーってついちゃダメもん。そういうことですよ。俺何やってんだろう。さっき真面目にラジコンやってたのにな。タスクさんがいけない。俺じゃない。というわけで、まあお客さんも帰っちゃったしな。1時半か。また今日もいっぱい喋らせてもらいました。いっぱい喋る。いっぱい喋る。ね。そう、タスクさんのせいですよ。途中まではだって、ネロスタイルさんの話だったんだから。ネロスタイル玉突き事故みたいなね。うん。練りスタイルからの、練りごまの練りかもからのトライ電動。トライ電動。トライ電動はなんかあれみたい。下ネタか。小原さん。本名言ってる小原さん。まあまあ、そんなこんなですよ。大橋はあれかな髪型変わったかなマスターオブね。そう。マスターオブですよ。磯野さんだよね。磯野マスオさんの本名はマスターオブ。マスターオブをすごい発音よく言うとマスオ。マスオ。あれは深夜ネタでしたね、完全にね。フグタさんか。フグタさん。フグタマスオだ。
マスターを、マスオ。そういうことです。そしてなんかね、オブジョイトイ。オブジョイトイもなんか絡んでたんですよね。まあそれは忘れちゃった。オブジョイトイ。ね、お箸はしばらく会ってないですよね。僕もお会いしてないです。なんかで突然ここに来たことあったのかな。それが最後かな。お箸はな。で、ぐるぐるパンチみたいな。ちょっとだけ、ロットが太いパンチみたいな感じ。ね。懐かしい。最近 D1 のオプションビデオの方、オプションビデオの方の D1 のライブを見てると、単層から追層に行く間に、昔のイカ天時代みたいな、流れますよね。その中にいそうな、あれ、ゴロゴロパンチ。ね。そう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 。そっか、イゲッツさん来てくれたんだよな。イゲッツさん来てくれた時に、ちょうど大橋も一緒に来てくれたんですね。大橋が誘ってきてくれたのか。ありがとうございます。そう、イゲッツさんはあれからまた、ね、ジョイナスでお会いして、笑わしてもらったなぁ。一個インクリ、堂々と、ね、インクリあるのにそこアウトラインで走ってたからね、堂々とね。多分気持ちよくなっちゃってたんでしょうね。あの方と一緒に、追走で。追走対戦ですよ。追走対戦なのにもかかわらず、二人で走って気持ちよくなっちゃって、普通にアウトライン綺麗に走っちゃって。びっくりしたなぁ、あの時は。その様子は、こちらでどうぞ。ジョイナスアコカップの中での出来事です。イゲッツさん、誰かと追走し、インクリ堂々と忘れる。で、一応ね、イベント、コンペ系なんで、ね、この席から、マイクの席から離れちゃいけないと思ったんだけど、もうそれはマイク持って行きました、僕は。イゲッツ氏のところに。ねえ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 、なんでインクリ取らなかったのつって。そしたら忘れちゃいましたって言って。確か。すっごい可愛かった。ってことですね。まあそんなこんなで、今週から、あれ、ジャンプ台、バギー、キーワードで申します。タイトル決まってないんでね。ジャンプ台バギーの件、指導します。まあちょっと今日明日は、あれかな。まあちょっと、週末の疲れを癒しつつ、また明日、明後日、しあさってぐらいで買い出しに行って、なんか、日曜大工みたいなことをしようと思ってます。それもまあ、せっかくやるんだから、動画残そっかな。ライブにすんのかな。ライブ、動画、ライブで撮っといたら、デバイスの容量を圧迫しないで済むんですよね。だからそれでやっといて、で、黙々とやっといてわざと、で、ライブが上げ終わったら、あれか、ダウンロードして、5倍速とか10倍速にして、って回して、それで映像を残していこうかな。あんまりにも長い動画はちょっとね、どぎついんで、それにしようって思いました。さて、そんなこんなで1時半。1時半からだと実は、ヤマト、まだ安い居酒屋だけど行けるんですよ。ちょっと居酒屋でも行ってなんかいろんなもの食べに行こうかなって思いつつ一旦事務所帰るじゃないですか。事務所帰るとやることいっぱいあるんですよ。で、やることいっぱいあるうちに、一回ちょっと寝ながら、ちょっと仕事しながら、また寝ながらってやってると朝になる。朝になったらもう帰ろう。居酒屋もやってねえしな。で、この前24時間のヤマトの居酒屋、実は行ったんですよ。金夜かな土夜か土夜は行ってないな。金夜だな。金夜行って、1時間ぐらい、小1時間ね。いろんなご飯食べて、週末に備えようって思ったら、28時半閉店って書いてある。4時半閉店。
で、4時5時に行ったんですよ。あ、終わったーと思って。ってなわけで、居酒屋すら自由に行けない謎の生活を送っています。誰かキャバクラに連れてってください。いい仕事はします。おでこに10本爪楊枝刺します。いい仕事するんで誰か連れてってください。どこでもいいです。小田坂でも、相模大野でも、本厚木でも、ザマとかあんのかな。あと、遊園とか、町田とか、橋本とか、相模原か。うん。JR 相模原とか、まあもちろんね、都内もね、連れてってください。六本木、歌舞伎町、銀座もキャバクラレベルまでは。じゃないと入れないんでね。都内は、でもどこが一番楽しいのかな。六本木かな。六本木がいい。六本木連れてってください。ダメだったら町田でいいです。ダメだったら大和でもいいです。大和のキャバクラでもいいです。まあそんなこんなですかね。ああ、爪楊枝があったらな。でも爪楊枝あれか、YouTube でおでこに刺したら自傷行為とかであれかな、怒られちゃうのかな。僕普通にここに爪楊枝刺したまま、飲んでられます。自分で刺せます。えっつって。そんなとこかな。よし。また今日も3桁分ライブやってしまいました。この電波と電力と、ね、皆さんのお時間、貴重なね、いろんなエネルギーと皆さんのお時間、無駄にお邪魔しました。本日も申し訳ございませんでした。というわけで、ダラダラライブもまあここまでにします。1時半、この時間までお付き合いいただき、涙がちょちょぎれます。無駄じゃないです。ありがとうございます。では、また、明日、明後日、ライブやると思います。ぜひご覧ください。あこちゃんモータースでした。じゃんけん、おつあこでした。じゃんけん